板垣退助の主な功績とその影響。イントロダクション。幕末から明治時代にかけて活躍した板垣退助は、日本の近代化に大きな影響を与えた政治家です。本動画では、彼の主な功績とその影響について、ずんだもんと四国メタンの対話形式でご紹介します。自由民権運動のリーダーシップ。板垣退助ってどんなことをやった人なのだ？板垣退助は、特に自由民権運動でリーダーシップを発揮したことで有名よ。この運動は国民の自由と権利を求めるもので、明治政府に対して憲法の制定や国会の開設を要求したの。憲法の制定や国会の開設って具体的にはどういうことなのだ？簡単に言うと、国民が政府の政策に直接関与できるようにするための仕組みを作ろうとしたのよ。それまでの日本では、政治は一部のエリートによってのみ行われていたから、国民の声が反映されにくかったの。へえ、じゃあ板垣さんのおかげで今の日本の民主主義があるってことなのだ。そうね。彼は板垣シストも自由は死せずという言葉で知られるほど、自由と民主主義の信念を貫いたの。この言葉は彼が暗殺未遂にあった際に発したものとして有名よ。そんな危険な目にあっても信念を貫いたのだな。すごい人なのだ。立憲政友会の設立。他に板垣さんのやったことってあるのだ？もちろんあるわ。彼は立憲政友会という政治団体を設立して、明治政府が独裁的にならないように監視する役割を果たしたの。この政友会は後の日本の政党政治の基盤となったのよ。声優あって名前だけでもすごそうなのだ。どんなことをしたのだ？政友会は国会での議論を活発にし、政府の政策に対する批判や提言を行ったわ。これによって政府の透明性が高まり、国民の声が政治に反映されるようになったのよ。具体的にはどんな議論が行われたのだ？例えば税制改革や教育制度の充実、さらには外交政策に至るまで幅広い議題が議論されたわ。こうした議論を通じて国民の生活がより良くなるような政策が次々と実現されていったのよ。それってすごく重要なことだと思うのだ。国民の声がちゃんと政治に届くようになったのだな。そうね。板垣退助の努力があったからこそ、今の日本の民主主義があると言えるわね。国際的な評価と影響。板垣さんの影響って日本国内だけだったのだ。いい質問ね。実は板垣退助は国際的にも評価されていたの。彼はフランスの共和主義やアメリカの独立精神に影響を受けて、それを日本の政治に取り入れようとしたのよ。具体的にはどんな風に影響を受けたのだ？例えばフランスの共和主義からは平等と自由の概念を学び、アメリカの独立精神からは自己決定権の重要性を理解したわ。これらの思想を日本に持ち込むことで、日本の政治制度をより民主的にしようとしたのよ。なるほど。じゃあ海外の思想を日本に持ち込んで、より良い国を作ろうとしたのだな。そうね。彼の国際的な視野が日本の近代化を促進したわ。さらに板垣退助は外国の政治家とも積極的に交流し、国際的な視点から日本の改革を進めることを目指したのよ。海外の人たちも板垣さんのことを評価していたのだな。そうね。彼の努力とリーダーシップは日本だけでなく世界的にも認められていたのよ。まとめ。板垣退助は自由民権運動のリーダーシップを発揮し、立憲政友会を設立することで日本の民主主義の基盤を築きました。また、国際的な評価を得ることで日本の近代化に大きく貢献しました。彼の功績は、今もなお日本の政治や社会に影響を与え続けています。彼のリーダーシップと国際的な視野があったからこそ、現在の日本の民主主義と近代化が実現したと言えるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。